皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は7月歌舞伎座初日に来ました。いや、映画国宝効果丸のかとっても賑わってます。今月もランキングをお届けします。まずは4位から7位をお届けします。ということで7月歌舞伎座行ってみましょう。楽しみですね。それではレッツゴー。それではこれから私のランキングを発表します。私のランキング3つの観点でつけてます。まず1つ目、私のドーパミンが上がったか、感動したか、ワクワクしたか。そして2つ目、私がもう一度見たいか、歌舞伎座に来てみたいかという観点。そして3つ目、初めて見る方、歌舞伎初心者の方におすすめしたいかという3つの観点で選んでます。まず第4位から7位を発表します。今月は昼の部は歌舞伎新18番、そして夜は中心は鬼平犯科帳という、昼が成田屋、そして夜が高麗屋という、かなり独立した変わった組み立てです。ユニークでした。まず第7位、あくまでも私個人の意見です。普通の方はまた違う意見があると思います。第7位は鬼平犯科帳決闘の序幕です。今鬼平犯科帳の序幕が終わりました。闇を知る者だけが真の闇を照らすことができる、こういうテーマで描かれてます。私正直言って鬼平犯科帳、テレビも、映画も、見たことがありません。ちょっとそういう前提で聞いてください。新橋演舞場にいるのかと思いました。ストーリーは序幕は鬼平の若い頃、鬼鉄と呼ばれている鉄三郎がなぜ鬼平になっていくのかというところを描いてます。最初尺八によった音楽が録音でスピーカーから流れます。10分間だけ幸四郎さんが出てきます。最初にまさに長谷川平蔵、鬼平が取り物をする。で、相手は團十郎さんの獅子像です。獅子像たち一派が、盗みに入っているところに、その中に潜入していた、彦十という又五郎さんがやってますけども、彦十の手引きで團十郎をお縄にするというところから描かれます。でもそこから20数年前に問います。そこには、荒ぶる無頼の鉄三郎、染五郎さんがやってます。染五郎さん、武士の、家の息子だけどもと、腹違いの母親と喧嘩をして出てきたと。で、悪を成敗する、悪を見ると許せない。この日も、よだかが、襲われているのを助けてしまう。よだかにお金を渡す。よだかなんかやめろと。そのよだかのお紋を恵美三郎さんがやってます。そしてそんな荒ぶる鉄三郎を心配するのが少女のおまさ、鉄三郎が、居候している忠助門の家の娘がおまさ、これをボタンちゃんがやってます。ボタンちゃん、鉄三郎がいろいろ暴れるのを止める、なじる。鉄三郎それでも自分を止めることができないということで、最後はこのよだかのお紋を、足抜けをしようとしたお紋を殺してしまった親分
に殴り込みに行きます。その親分、円屋さんがやってます。閻魔のバンゴローを円屋さんがやってます。でそして戦った上でその閻魔のバンゴローまで殺してしまう。ボタンちゃんのマサは岸母神のお守りを渡すと、改心してくれと。そして最後はなんと、父親役の白鸚さんが出てきました。白鸚さんが若い頃の鉄三郎、そして成人した長谷川平蔵の幸四郎さん、染五郎さんと幸四郎さんに向かって、語ると、俺の後を継いでくれと、江戸を守ってくれということで、闇を知る者しか真の光を闇に当てられないと言います。自らの夢を平蔵と鉄三郎に託すというところで終わりました。結構音楽ほとんど録音です。そしてストーリー的にもこの鬼平犯科帳を知ってる人にはいいでしょうけども、知らない、例えば国宝を見た方、あとは海外からのインバウンドのお客さんには謎の部分が多いかなと思いました。あと、途中歌舞伎らしいんですけども、あれは呈した千両役者だと、名前は染五郎、そうすると染五郎さんが俺はあんな役者嫌いだと、歌舞伎ならではのそういう内輪ネタも出てくるんですけども、ここら辺ちょっとついてくるかどうか心配です。初めて歌舞伎を見る方はそういう歌舞伎ならではの内輪ネタもたくさん詰まっているということを覚えていてください。あと結構受けるところで、寿円さんが出てきます。95歳ということで、シャモ鍋屋、ちょっとヨロヨロしながら出てきますけども、そこが受けるところも、歌舞伎ならではです。そんな鬼平犯科帳の決闘の序幕でした。第6位は鬼平犯科帳決闘の大詰めです。鬼平犯科帳の大詰めが終わりました。後半はこれは幸四郎さんの鬼平が大活躍をするという話でした。最後ジプシーキングスのインスピレーション、この鬼平犯科帳のテーマ曲、最後のに流れる曲でしょうか。流れる中で、知ってるか、神は角を隠した鬼なんだよという言葉でニヒルに幸四郎さん去ってきました。あらすじはこれはもう幸四郎さんの長谷川平蔵が部下を持って、すっかり火付盗賊改め方同心になっていると。その中で、昔のおまさ、子供の頃はボタンちゃんがやってましたけども、大人のおまさは慎吾さんがやってました。2人とも、綺麗です。そしてそのマサが、実は結局盗人の手先をしていたんだけども、改心するということで仲の良かった長谷川平蔵に自分を、犬にしてくれ、内定する役ですねにしてくれと言ってきます。いやダメだと、それは危険だと平蔵が言う。でもじゃあ自分でやりますということで、マサは自分で、その密偵役を活動し始めます。そしていろいろ情報を長谷川平蔵の部下たちに与える。部下たちも感謝してる。そして化け物屋敷に浪人たちが集まってるという話を後をつけて情報収集し始めます。でもその浪人たちが、気づいて逆におまさを襲う。おまさ危機一髪というところに長谷川平蔵が乗り込んで、一人で単身乗り込んで戦います。でも最後は飛び道具で傷つけられる。でも平蔵たちの仲間が救いに来るということで勝ちます。で最後おまさ、やっぱり私は役に立たないと言うけども、平蔵犬でもない、お前は仲間なんだということで、世界平和、江戸の平和のために仲間に入って
終わりました。これは完全に鬼平犯科帳ファン、そして高麗屋ファンのための、歌舞伎っていうかテレビドラマを舞台で見てるとても軽い感じの劇でした。スカッと爽やかという感じでしょうか。少し舞台のセットの変更が多くて時間がかかってたかなという気がします。中車さんが平蔵の部下という役で出てきて、この後蝶の道行きをするんで、それぞれの團子さんと染五郎さんの親ということで、2人とも團子染五郎とも親より顔が良いと思ってとかって、言って、受けていました。これ新作でも鬼平犯科帳の決闘というのは歌舞伎座初めてです。もうちょっとスピード感があって、例えば劇団新幹線との歌舞伎のようにスピード感を出すと面白かったかもしれないと思います。そしてやっぱりもっと生の三味線、生の竹本、また生の長唄を聞きたかったという気がします。ぜひ鬼平ファン、そして高麗屋、幸四郎さん、染五郎ファンは、見に来てください。以上、鬼平犯科帳の大詰めの見ました。以上です。第5位は昼の部1番目、大森彦七です。今大森彦七が終わりました。後半の千早姫を広松さんがやってます。千早姫が自分の父親の楠木正成を撃った大森彦七を襲います。鬼の面をかぶって襲う。だが彦七に負ける。そこで、死のうとして舞う踊り、これを常磐津が後ろで演奏しながらサポートします。この物語、常磐津と竹本両方出てきて掛け合いが良かったです。広松さん、小太郎さんの代役ですが、少し、色気を見せながらでも、潔さを見せて、その清楚さとかっこよさと、そして、透明な美しさ、とても良かったと思います。そして姫に正成の刀を渡してしまう彦七、右團次さんやってます。で最後それを九段次さんがやってる道後左衛門から見逃してもらうために物狂いのふりをして馬に乗って花道を去ります。その馬に乗っての物狂い、みんなが止めようとする。でも暴れる馬を乗りこなして、去っていく時のこのやはり潔さ、良かったです。ということで26年ぶりに上演されるというこの大森彦七、時間は、短いですけども、いいアクセントのある分かりやすい物語でした。物語自身は、これは四国の伊予の国松山で大森彦七が楠木正成の残党を探している道後左衛門に見つかった一人の娘を救います。その娘が楠木正成の実は娘の千早姫であった。そして千早姫、自分の父親の敵だと思って彦七を川のほとりで襲います。でも姫を取り押さえた彦七は正成の最後の模様を語る。実は正成は自分がやったんではないと、自ら覚悟して、命を絶ったんだということで、それを聞いて千早姫、死のうとする。ところが楠木家のこれは菊水という宝剣を与える。そして道後左衛門が戻ってきて、怪しいというが正成の亡霊に
この刀を奪われたと言って物狂いのふりをして、左衛門の道後左衛門の馬を奪って去っていくという話です。やはり常磐津と義太夫のこの掛け合いがいいですね。上手、向かって右側から義太夫、そして下手向かって左側から、常磐津、常磐津の伸びやかな声、義太夫の迫力ある太い声と三味線、そこをぜひ聴いてください。これは新歌舞伎18番のうち、旧世の團十郎さんが活歴といって歴史を元にして、作ったものです。これは太平記を元にしていると。で実際に、その当時の様子をなるべく忠実に描こうとして、始めた演目ということです。実はこの常磐津、前回花の会という講演会で今日も常磐津を語られていた常磐津前太夫師匠がお出になってました。その時にこの役者とどう目を合わせるか、今日も右團次さんの彦七が馬に乗るところのタイミングを合わせるとか、そういうところどういうふうに役者と間を取ってるか、そして最後どう義太夫と掛け合うか、そういうお話を聞けました。実は7月17日の木曜日、今度は国立劇場におられた織田先生に、今度は8月の歌舞伎座でかかる男立ばやりのお話を伺います。よろしければ7月17日木曜日午後2時から世田谷文学館で織田先生の講演会やりますんで、8月の歌舞伎、簑之助さん、隼人さん、そして米吉さんが出る歌舞伎です。興味のある方は QR コードまたは下の、コメント欄に URL ありますんで、お越しください。以上、満員の歌舞伎座1演目目は大森彦七でした。やはり実際生のこの付け打ちの音、そして大向こうの声、いいですね。国宝も良かったけど生の歌舞伎座の舞台です。大森彦七でした。第4位は昼の部3演目目、高時です。今高時が終わりました。鎌倉の第14代執権、北条高時、鎌倉に実は高時の腹切り櫓という櫓、お墓があります。ハイキングコースの途中にあるんですけども、うっそうと茂ったこの森の中にあります。そこを通ると少し怪異のパワーというかですね、怪しさを感じるんですけども、今日のこの高時を見て理解できました。簑之助さんが少々狂いかけてる高時、天狗に翻弄される高時をうまく演じてました。高時が、実際の北条高時がこれ病で、出家して、その後のお話だと思います。物語としては、犬を愛していたと、自分の可愛がってる大きな、犬を殺してしまった母親、その息子を捕らえようとする、抵抗するけども縄をかける。でその浪人足立三郎を福之助さんやってますけども、その浪人をどうすべきかと戦議すると、その中で、俺は殺すと高時が言う。でもそんな世のために人殺すのやめろと周りは言う。そして、今日は、義時の命日だということで、じゃあ許そうと。でもその後秋風が吹いて、そして天狗たちが舞い踊る高時を痛めつけると。でも賠償の衣笠
はその異変に気づいて助けると、と我に返っても遠くから天狗たちの笑い声が聞こえるという話でした。これもその活歴という九代目團十郎が、実際に史実を元にしようということで、犬が好きだったと、あとは、天狗に騙されたことがあるという史実から、作ったそうです。新しいこの明治の活歴らしいのが、高時が荒れられた時、柱に寄っかかって酒飲んでるんですね。そういうところは、新しい表現の仕方でしょうか。久しぶりの簑助さんの主演だと思います。簑助さん、やはりお父さん亡くなってから、国宝ではないですけども、役に恵まれなかったというのはあるでしょうけども、いやー切れてますね。そして顔も鋭い、劇画のような、鋭さのある顔、天狗はこの舞台上の宙乗りで出てきますというところも見どころでした。最初は可愛く犬で笑わせて、最後は天狗の怪しい舞で、皆を翻弄する、客席も翻弄する。でそこに最後鎌倉時代に新田義貞にやられてしまう、そして腹切り櫓で腹を切るような高時を彷彿とさせる歌舞伎の高時でした。ということで今日は7月歌舞伎座初日昼夜見てお届けしました。ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。そして毎週皆さんに LINE 公式で情報をお届けしてます。ぜひ LINE 公式にご登録ください。毎週月曜日に歌舞伎、文楽、落語、いろんな情報をお届けしてます。ということで皆さんと一緒に7月歌舞伎を楽しんできました。またお会いしましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それではまた。